皆さんこんにちは。ながらフライクの時間がやってまいりました。今日のテーマはこちら。人事制度ガイドラインからこんにちは。2025年8月から始まる福利厚生。なんで2人かっていうと、この動画撮ってるのが6月、今日は何日か中旬から下旬なんですけど、まだね、正式発表してないのね。そうですね。来週の金曜日に発表するときに、おーってなるんですけど、ちょっと動画が先になっちゃうんですけど、向こうでね、みんな作業してるんですけど、2025年8月から始まる新しい福利厚生で、もっとフライクで働くの楽しいとか、あとはその働く社員のパートナー目線でいい会社だなって思っていただきたいなと思っております。じゃあ早速今日の福利厚生からお話をしていきたいんですけど、この人事制度ガイドラインって社内でしか公表されていないんですけど、ちょっと表紙を見てほしい。表紙さ、かっこよくない？かっこいいですね。さらっといくね。かっこいい。モデルルームみたいな。そうそうそう。ちょっとオフィスをね、全面に出して、これめちゃくちゃ気に入っているので、この人事制度ガイドラインの表紙も8月からこの表紙にしようと思ってます。2025年8月から新しくですね、福利厚生を作ったんですね。はい。1、2、3、4、5、6、7。さあ、なんで？いや、8月でハッピーであちこちそって言いたかったんですけど、7個だと。今作りますか、1個。いや、いい。まず、役割レベルに応じて出社するかしないかっていうのが実はありまして、巷ではさ、そのフルリモートがなくなって出社解禁みたいな話があるんですけど、フライクはフルリモートを結構進めたい。いや、毎日あったらさ、喧嘩もするしさ、嫌なこともあると思うんですよね。あと、仕事をするってなったら、没頭したいじゃないですか、仕事に。となったら、自分の好きな場所で働くっていうのも選択肢なんじゃないかなと思ってて、役割レベルが3以上の人で、コーポレート事業部以外の人は基本的にはフルリモート、フレックスタイム制で3ヶ月に1回全社イベントをするので、その時に福岡出張か東京出張にしようかなっていうふうに思っているので、基本はフルリモート、フルフレックスにしようかなと思ってます。一方で、コーポレート事業部っていうのは、総務とか人事とか経理とか会社を支えてくれるメンバーっていうのは、どうしてもオフラインにする業務っていうのがあると思うんですね。例えば来社対応とか面談の手続きみたいなところもあると思うので、週に2回以上東京か福岡に出社できるメンバーがいいなって思ってます。一方でですね、こだわりがめちゃくちゃあるところがあって、オンボーディング、つまり即戦力ではない未経験枠とか、まだ戦力にならない人たちはフルリモートしちゃダメ。はい。フルリモートで戦力にならずに悶々とするのはその人がかわいそうだと思ってて、役割レベル1とか2の人たちに関しては週3以上をマストで出社にしようかなっていうふうに思ってます。東京オフィスは水曜日全員出社にしようかなと思ってて、福岡は月曜日出社にしようと思ってます。東京オフィスはね、これから作っていくんですけど、一応今のところ水曜日で、水曜日はね、定時退社労残業で。そう、それ。だったら飲みに向けるだろうしさ、せっかく東京だったら千葉とか茨城とかさ、そういうところから来る人たちはみんなでワイワイしながら帰るのもありかななんて思っております。オンボーディング期間中は役割レベル3の人も含めて入社1ヶ月目から3ヶ月目は週4以上で、オンボーディング終わった後は役割レベル3の人に関しては週4から週2に変更しようかなっていうふうに思ってます。続きまして、ここからですよ、2025年8月から始まる7つの新しい福利厚生なんですけど、まず1つ目が有給休暇なんですけど、入社して半年後に10日付与しなさいっていうのが日本の法律の中で決まっていることなんですけど、これまでフライクそれにのっとって半年から有給を10日付与していたんですけど、即戦力の方が入社してくれることが多くなっている中、パートナーの方も安心して旦那さんだったり奥さんだったりとかパートナーを送り出したい思いもあるだろうなと思ってて、ただ人間ってメンタル持ち込むこともあれば体調不良もあると思うので、有給を役割レベルに応じて付与することにしました。役割レベル1と2の人は入社したタイミングで4日、役割レベル3の人は6日、4以上の人は10日っていうのを先に付与するって感じですね。これでかいですよね。なので役割レベル1とか2の人も出社して、例えば3週目とかに家族のイベントがありますとか、授業参観がありますとかあると思うんですけど、子供のイベントってそのタイミングしかないので、参加もしてほしいし、家族があっての仕事ができると思っているので、有給休暇っていうのは比較的いい制度なんじゃないかなと思います。
もうね、入社して何年目 ?4 年目 4年目ですね、今。なので、あんまり関係ないかもしれないんですけど、こういう制度があったら転職って進めやすくない？その友達とかさ。そうですね。何があるか分かんないですからね、人間。給料から減っちゃうからね、その分ね。欠勤扱いになっちゃうから。っていう観点で、有給休暇っていうのが付与されるようになりました。どういう反応するだろうね、みんな。嬉しいよね。嬉しい。あざっすね。嬉しい。ちっちゃい企業にいた私からすると嬉しい。次に、フルリモートワーク手当っていうのを付けようかなと思ってて、今、福岡のメンバーが大半なんですね。副業とか業務委託のメンバーがリモートと言いますか、福岡以外のところで働いてくださってるんですけど、ここに出社しない人たちって恩恵受けれないじゃん。この素敵なオフィス。確かに。あと、ウォーターサーバーとかもあるしさ、そういうの恩恵受けれないから、月に5000円手当を出そうと思ってまして、具体的にお伝えすると、東京とか福岡オフィスなどのオフィス契約がない都道府県で住居を構えていて、自宅で仕事をする場合に月5000円の手当を支給しようかなっていうふうに思ってます。エアコンとかさ、電気代とかさ、なんかもろもろ5000円じゃ足りないと思うけどさ、あるとさ、パートナーの方からするとさ、なんか嬉しくない？いや、嬉しいと思います。別にこれをお水とかさ、飲み物買っても別にさ、手当としてっていう感じなので。これはいいですね。どうですか？今から熊本に。いやどっから半導体企業のせいで私の生まれ育った町が爆上がりしてるので、あの時に買っとけばね、あの時買っとけばちょっとまた変わったかもしれない。でもそんな高いマンションなかったよね。ないですね。もうすごいよね。ね、某企業でね。まあいいことでもあり、ね、デメリットもね、地元がなくなるっていうか地元っぽくなくなるっていうのはありますよね。続いて3つ目なんですけど、ファミリー休暇。これね、正直ね、悩んだ。僕はね、いらないんじゃないかなと思ったけど、社員と話をした結果、いるかなと思って、いろんな声を聞いたんですね。この新しく福利厚生を作るときに何がいいですかっていう声の一つですね。有給とは別にです。なので先ほどお伝えした有給休暇とは別に1年に2回の特別休暇を付与します。2回あるんですね。2日ですね。これはぜひファミリー休暇として使ってほしい。なので例えば家族と旅行行くとかさ、よく土日で旅行行く人多いと思うんですけど、高いじゃん。多いですよね。そう。なので金使って月使ったら金土日って4連休金土日月行ったらさ、どう組むかってさておきさ、金曜日の12時ぐらいに飛び立ちの、土日完全に遊びの、月曜日夕方帰ってきの、めっちゃ良くないみたいな。めっちゃいいですね。そうするとなんかパートナーの方からもさ、フライクで「お前頑張ってこいよ平日は」っつってっていう感じにもなるんじゃないかなって思って。いいですね。これいいですね。なのでファミリーというか結婚してるしてないとか関係なく、お父さんお母さんのファミリーとかでもいいかなとは思ってます。次が夏休み休暇なんですけど、これ福利厚生というか夏休みを取りやすくしましょうっていった観点なんですね。なんか IT 業界ってお盆っていう考えが僕はないんですね。そうですね。ないですね。なので好きな時に取りましょうみたいなのがよくあると思うんですけど、7月から9月の間に自由に有給休暇を3日連続で取得するのを推奨します、っていった観点で連続でもいいしパラでもいいですよって言った意味合いですね、これを作ろうとしてます、どうですか？夏休み何しますか？海とか行きたいですね。バーベキューとかする。バーベキュー、実家に熊本に帰ればですねしますけどね。夏休みっぽい夏休みを過ごした記憶がないですもんね。最近大人になってからずっと。何をすればいいんだろうね。カブトムシとか取り行けばいいんじゃないですか。好き？カブトムシ嫌い。触りたくない夏休み何するんだろうね。き氷食ってスイカ割ってカブトムシ取って花火してどうでしょう僕は朝川に行きますね。川久山の方に川があるので朝川に行ってその後出社したりするんですけど夏休み朝5時頃みんな起こしておぎゃーってでそれで5時半ぐらいには着いて7時半ぐらいまで遊び8時に出社する土日とかだったらねまあ見てもいいし、川か
ハイパーですか？川って言っても浅い川だからそのガチの川じゃないけど、続いて5個目なんですけど、次はちょっと斬新かも、家事代行補助、ベビーシッター利用補助ということで、年に3回1回あたり5000円補助しますっていうのなんだけど、僕もともとフリー株式会社にいた時にこれね使ってる人いたんです。でどちらかっていうと女性スタッフの方が使ってた。働くママって家のことってできないじゃん、で旦那さんも働いて人も働いてっていう時に、どうしても女性だけが早く帰ってみたいなところってなんか不公平だったりとかするので、じゃあ家事代行でご夫婦で遊びに行ってもいいし、その間に掃除してくれるっていうのもサービスとしてあったりとか、あとはフリー時代にあったのが共働きをしていて、子供まだちっちゃいからっていうことでベビーシッターを時々お願いしてっていう人も、その男性のスタッフも使ってたので、僕は使ってないんですけど、ただあると嬉しかったっていう声をフリーの同僚から聞いたんで、なるほど、これを入れました。あんま福岡の企業でやってる企業ないかもしれない。私聞いたことないです、こんな本当福利厚生組み合わせたら最強じゃないですかこれ。ファミリー休暇を取って遊び行ってる間にちょっと赤ちゃん見ちゃってもらおうみたいな赤ちゃん連れてって最強じゃないですかこれ。ファミリー休暇をリスキの場合嫁さんと取って、その間に家片付けといてみたいないう使い方はありかもね。そう、すごい。例えばなんか日頃さ、水回りでさ、お風呂のこのガチャンって取るところあるじゃん、あれとかさ、しづらいところとか、その上の天井とかさ、なかなか手が届きづらいところっていうのは使っても面白いかもね。続いてこれね、僕はあなたのためでもあります健康診断です。健康診断は本人の健康診断が1万円コース、もしくは人間ドック1万円補助。これはね、働く社員がこう健康で働いてほしい、で、1年に1回しかまだ受けていないので、しっかりとした標準的なものではなく追加で受けれるようにっていった観点で1万円コースを受けていいよっていう風な意味合いです。もう一つありまして、これね、パートナー思いだと思いますパートナーも健康診断を年間1万円補助します、なのでリツキの場合は奥さんいらっしゃると思うんですけど、奥さんが健康じゃないとさ、リツキも働けないじゃん。そうですね、なので奥さんあってのシンボルリツキ君だと思うので、奥さんも年間1回だけど、1万円補助で健康診断で、なんか女性特有のとかあると思うんで、しっかり受けてもらえると僕としては、働ける環境がより良くなるんじゃないかなって思ってます。これ嬉しいですね。健康診断受けてます？奥さん受けてないんですよ。この前受けに行かせたんですけど、専業主婦なので、会社の健康診断もないので。そうだよね、マストじゃないもんね。そうなんですよね。なんで定期的に行けとは言ってますけど、いや、それがね、行きたがらなくない？行きたがらないです。いやって、もうちょっと痩せてからって言うけどさそんな痩せる雰囲気あったみたいな。アイス食べてるじゃんみたいな美味しくご飯食べてるところしか見てないけどなみたいなのもあるもののさ、奥さんが働けませんとかさ、病気になって入院しましたってなったら、僕たち子供3人いるからさ、面倒見なくちゃいけなかったから、僕たちもハイパフォーマンスできないから、奥さんにもパートナーにもしっかり健康でいていただきたいって思いで、この健康診断の福利厚生を作りました。最後、いやこれはね、主人公僕じゃない、ファミリーでご招待っていうことで、毎年4月から5月、ちょっと日程は決まってないんだけど、福岡本社にファミリーで来てもらいたい、で1家族あたり5万円補助するので、本人とは別にです。本人が例えば仙台にいます、北海道にいますっていう時には出張ができるので来てもらいます。とは別にパートナーとか子供とか含めて来てもらって5万円補助するので、プライクで働いてるその人が福岡ってその本社がどういうところなのかとか、仲間がどういう人がいるのかっていうのを知ってもらいたいので、こういうイベントを開催しようと思ってます。僕がメインじゃないって言ったのは、集めるのは好きなんですけど、人をね、そのままの中心にいたくないんですよ端っこにいたい。めんどくせえバーベキューはしたい、けどバーベキューでずっとこう焼いてするのはやったその子にいたいめんどくさいですねいやでも面白そうですねこれ。全家族が集まったらすごいことになりそう、しかもよくない？その家族、旦那さんとか奥さんがブライクでどんなことをしてるかとか、どういう人たちと働いてるか、どういう場所で働いてるのかって知るのって、
なかなかない機会だと思うので、うん結構面白い取り組みなんじゃないかなと思って、そうですね。これ外資系の企業さんよくされていらっしゃって、へーセールスフォースさんもされてるし Google さんもされてるのでちょっと真似してみて、なるほど。彼らはもっと費用高いと思うけど、なかなかね僕たちのレベルだったらまだこれぐらいかなと思います。で最後に新卒未経験枠とか役割レベル1なのでフライクに入った時に一番下のレベルからスタートしていって、正直ねきついと思う。フライクでやるのは読書もしなくちゃいけないし、議事録もたくさんしなくちゃいけないし、コンサルの勉強もしなくちゃいけないし、セールスフォースの資格も勉強しなくちゃいけないので、すごく大変なんですけど、まずそういった人に関しては資格を取ったらお金の補助が出ます。資格補助ですね。セールスフォースアドミニストレーターを取ったら3万円、セールスクラウドコンサルタントを取ったら4万円といった感じで、ミニマムで取ってほしいなと思っているのがこの、7資格。アドミニストレーター、セールスクラウドコンサルタント、サービスクラウドコンサルタント、簿記3級、簿記2級、IT パスポート、基本情報技術者試験。でこの7つ取ったら資格を出す。他には全役割レベル同じなんですけど、試験資格のサポートは1回目は全額サポート。落ちちゃいましたという人は2回目は半額サポート。で3回目は自分で頑張れ、なんですけど前提条件としては資格を取得するまでに諦めない人、いたんですね、諦めちゃう人、諦めないことが大前提、こんな形で福利厚生をやっていこうと思ってまして、2025年8月からスタートする福利厚生のご紹介でした。なんかこれ聞いてみて、どんな気持ちでしたっていうのと、今から就職活動をする人に対してどんな印象かっていうのを最後聞いて終わりたいなと思います。めちゃめちゃ充実してるじゃないですか。ここまである企業ってなかなかいないと思うので、あとは本人だけじゃないその家族とかパートナーみたいなところにもスコープがいってるところは素敵だなっていう気持ちです。これから、例えばリツキの友人とか、入ってくるメンバーがこういう福利厚生があったらなんか誘いやすいポイントにはなりますよね。こういうのあるよって言って、おいいね、じゃあ行こうかなみたいなポイントにはなるかなって思います。安心材料だよね。そうですね、これがメインだったら嫌かな、そう福利厚生があるから行きますみたいになったら第9位とは絶対いいので、ただチャレンジしたいし自分も自己成長したいけど不安な環境は嫌じゃん、そうですね。なんだろう、給与面とか福利厚生面、っていう観点だったら安心材料としては良きかなって感じです。そうですね。こんな感じで私たちフライクは5期目を迎えようとしておりまして、おかげさまで売上も利益も順調に成長できているので福利厚生を充実していこうと思ってます。まだまだ拡充はしていきたいと思ってますし、利益がより出るんだったら還元していきたいなと思っておりますので、気になった方は我々どちらでもいいのでカジュアル面談を申し込んでいただけたらと思います。X の DM にフランクに連絡してください。ちなみにカジュアル面談って何してるんですか？カジュアル面談は枠の時間帯にもよりますけど、だいたい30分枠でお話しすることが多くて、カジュアル面談なので、何でも内容はいいんですけど、とはいえね、初めましてで喋ることもね、難しいから、アイスブレイクがてら、会社の紹介とか、こんな事業所だよとか、こんなオフィスだよとかっていうのを僕の方から、8分から10分ぐらいバーって話をして、求職者の人からご質問もらったりとか、質問があんまなければ、どういう風なキャリアを歩んでいきたいかとか、ご自身のお仕事のことを教えてもらって、フライクだったらこういうこともできるよとか、今の現職だったらできないことってこんなことあるんですけど、フライクだったらどういうことできるんですかみたいなことを普通にお話をして、ほんと30分でほぼ終わるんですね。で、終わったタイミングで次選考進みますかみたいなことは絶対聞いてなくて、履歴書をくださいとかも言わなくて、なんか興味あったら連絡してくださいね、なんか応募したくなったらなんかここから応募してくださいねとか、例えばそれがサービスの媒体なのか X 系とかだったら採用ページから申し込んでくださいねみたいなことを言って終わりですね。なので本当カジュアルな面談、お互いのことを知りましょうみたいな、選考を進む前に知っときましょうみたいな感じ
あとは副業とか業務委託に興味があってとか、エンジニアでっていう時にはリツキにバトンタッチして、具体的にどういう業務やってるんですかみたいな、どういう風なコーディングしますかみたいなのはもう僕はノータッチ。そうですね、確かに、で私がする時はもうなんかある程度お互い知っててって感じですね。もう本当になんかコアな質問されて、いつもいや何それみたいな聞いたことない横文字みたいなのはありますね。そんなカジュアル面談でちょっとフライクのこと聞いてみたいなとかお話ししてみたいなっていう方はぜひ私の X からご連絡お待ちしておりますので、このアカウントです。フォローもしてくださって結構ですよ。フォロワー伸びんちゃう。そうなんですね、頑張って伸ばしていきますんで、ぜひ DM 待ってます。ではではまたお会いしましょう。バイバーイ。